今回もご視聴ありがとうございます。今回はルーフテントのデメリット10選になります。後悔しないように購入前にデメリットを知っておくことは大事なことですし、購入を検討されている方の参考になればと思っています。多少なりとも対策をしていますので、そちらの情報も一緒に紹介していきます。また過去動画にルーフテントの紹介動画もありますので、そちらも合わせてご覧いただけると嬉しいです。では行ってきましょう。デメリット1つ目、雨の日の乗り入れが大変。リアラダーをつけて後方から乗り入れするようにしています。キャンプで使われるテント生地と同じで防水加工がしてあります。テント生地から雨が侵入することはないです。ただ入り口のジッパーを開けるとルーフテントからジッパーを伝って雨が入っていきます。なので入り口部分のマットが濡れてしまいます。対策としてタオルを引いてマットが濡れないようにしています。またルーフテントやマットは天日干しをして乾燥させないとカビの原因となります。雨の日は使わないのもいいと思いますが、長旅をするとそうも言ってられないので、そのあたりはある程度考慮しないとダメなところです。デメリット2つ目、車高が高くなる。ざっくりですがルーフテントを乗せると40センチぐらい車高が高くなります。なので立体駐車場に入れなくなる可能性があります。ジムニーの車高が 1.7 メートルぐらいあって、そこにルーフテントを乗せるとだいたい 2.1 メートルいかないぐらいになります。2.1 メートルの立体駐車場であれば入ることができます。3つ目、燃費が悪くなる。購入してすぐルーフテントを乗せたので、乗せてない時の燃費を正しく計算できてないので乾燥になってしまいますが、だいたいベースキャリアとルーフテントを乗せると 0.3 ぐらい低くなる感じです。もっと下がるかなと思ったんですけども、あまり下がってない印象です。購入したジェームス・バロードは空気の流れを計算された設計になっていますので、大きく下がってない要因と自分なりに解釈しています。重さが55キロになるので、だいたい大人1人を常に乗せて運転している感じです。その分だけ燃費が下がってしまうかなと思います。4つ目、目立つようになる。タープなど遮るものがないのでテントが丸見えになります。入り口を閉めれば中は見えないのですが、明らかに中にいるだろうという感じになります。なので他人の視線を感じるようになります。5つ目、声をかけられる。目立つからしょうがないのですが、テントを広げてるとよく声をかけられます。私は気にしないのでいいのですが、あまり声をかけられたくない方にはおすすめできないです。6つ目、風の影響を受ける。強風時は揺れすぎて安心して眠れないです。最初倒れるんじゃないかというぐらい恐怖を感じました。特に横からの風に弱いです。対策として風を前方から受けるようにしています。横から風を受けないように風の方向に注意して車を止めています。揺れを軽減できますので安心して寝られるようになります。はしごの上り下りがめんどくさい。車の上にあるので普通のテントと比べて上り下りがめんどくさいです。特にトイレに行きたいけどはしごがめんどくさいから行くのをやめるなどよくあることです。8つ目、慣れるまで収納に時間がかかる。いくつか要因はあるのですが、慣れるまで時間がかかります。自分ですがルーフテントを初めて閉じようとした時30分ぐらいかかりました。閉じることに慣れていなく、一人で使用するのをためらっていました。最初は誰かに補助してもらわないと安心して使えなかったです。そもそも正しい閉じ方が分かってなかったというのもありますが、慣れるまで1ヶ月ぐらいかかったと思います。今は1分程度で閉じることができます。大雪の日でも3分以内には収納完了できると思います。難しく感じる要因としまして、高いから設営が難しく感じます。車高の高い車や背の低い人など条件が重なると設営が難しく感じると思います。このあたりは購入する前にできるかどうか店舗で確認するといいと思います。もう一つが力がないです。多少力がないと設営や撤収ができない場合もあります。特に女性や力がない方は電動ポンプ式のルーフテントを選ぶのもおすすめです。9つ目、車の屋根部分の掃除がしにくい。ルーフテントと屋根との間に手を入れるスペースが狭いので掃除がしにくいです。持ち手の長い掃除道具など工夫する必要があります。10個目、ルーフテントも掃除しないといけない。ルーフテントの外側も汚れますので掃除が必要になります。高い場所での作業になりますので危険ですし大変です。ルーフテント内も砂やホコリで汚れますので掃除機をかけたりする必要があります。番外編です。
夏暑くて寝られない。気温が28度以上になると寝苦しくなります。対策として標高の高い場所へ移動するようにしています。標高が100メートル上昇するたびに気温が 0.6 度下がります。平地で30度の場合、標高1000メートルであれば24度になります。この辺を踏まえた上で場所探しをするといいと思います。以上がルーフテントのデメリットになります。購入する前の検討材料と思ってもらえると幸いです。また、ルーフテントに関する質問も受け付けています。コメントの方に書いていただけると嬉しいです。はい、この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。ではまた。